皆さんこんにちは。犬です。今回は得意技を作ろう必殺技。今回のお話は今後剣道を学んでいく上で頭の中に持っておくとより楽しめる、強くなる考え方だと思います。先日僕ら世代の剣道をしている人なら誰もが憧れたであろう伝説級スーパーヒーローの方と稽古お話をさせていただく機会がありました。その時にいろいろとお話を聞かせていただいたんですが、その中でもやはり言っていました。得意技の重要性。僕が YouTube を始めるにあたって動画にしようと考えた100本の台本の中にも得意技についてというものがありました。今回のこの動画です。様々な大舞台で勝ち続けてきたこの超一流の方の中にもやはり得意技という考え方が存在していたんだと嬉しい気持ちになりました。いつか僕の YouTube にも出ていただいて、僕や日頃から僕のチャンネルを見てくださっている方々に向けて直接お話をいただきたいなと、そんな日が来たら嬉しいなと思っています。そのためには僕はこれからもっと頑張んなくちゃいけません。応援していただける方はチャンネル登録、いいね、コメントなどで後押ししてください。得意技何と聞かれた時にすぐに答えられるものがありますか？これ？でもそこまで自信あるわけじゃないか。やっぱりこっちかと思う場合は、まだあなたの中に得意技として定着しているものがない状態かもしれません。自分の良さには自分では気づきにくいですからね。性格なども。今回は得意技って何か、得意技があるとないではどう違うのか、得意技だけできればいいのか、極めた得意技があると自分の強みを意識して練習しようというテーマでお話ししていきたいと思います。行ってみましょう。得意技って何か。技を5つに分けて考えます。知らない技。これは知らない技なんでイメージも全くない技です。いきなり使われると対応できないこともあります。自分の身近な練習相手と稽古をするだけだとお互いに手の内を知り尽くしてしまうので、新しい知識が入りづらくなります。幅広くいろんな人と稽古をするか、多くの選手の試合を YouTube などで見ておくと知らない技は減っていきます。知っている技。これ見たことあると思える技です。全く知らないわけではないけど説明を聞いたことがあったり見たことはあったりというようなもので、使ったことはない技です。できる技。その技の知識があり練習中の技です。練習ではうまく打てたり打てなかったり、形はできるけど試合で一本になるかというと微妙くらいの技。使える技。ある程度練習を積んで試合でも打てれば一本として認められるだろうと自信を持てる技。得意技。一本にできるのは当然、誰にでも通用すると自信を持てる技。自分の中の最強の武器としていざという時これに頼ると思う技。分かっていても避けられない技。得意技ハードル高くねって思うかもしれませんね。こんなもの決まりはないし僕の考えですから、今回のお話の全体を理解しやすくするために提示しているものです。使える部分は取り入れて、合わない部分は無視したっていいんです。その上でそれぞれの目指すレベルや自分のレベルによってある程度柔軟に考える必要があります。例えば剣道を始めたばかりの人が先生に打てないからといって得意技とは言えないと厳しすぎる評価をしなくてもいいです。自分にとって一番使いやすくてよく打てるものを得意技として磨いていって、先生にも通じるようなものに進化させていけばいいわけです。また自分よりレベルの低い相手とばかり稽古をして何でも打てるから全部得意技としてしまうのは間違った評価と言えると思います。いざ自分が倒したいと思う相手に通じなければ得意技にはなり得ないでしょう。ひとまずは自分と同等か少し上くらいの相手に打てるようなものを得意技、あるいは得意技候補としてどんな相手にも通用するレベルを目指して磨いていくのが分かりやすいかもしれません。得意技があるとないではどう違うのか。得意技を意識した試合展開ができるようになるとどのように変わるのか、得意技がない場合と比較して説明していきます。
得意技がない場合、何をしていいかわからない、構えたところで何をしようかと考え込んでしまい反応が遅れたり、特に狙いもなくとりあえずで技を出してしまったりする。こういう中で打たれてしまったり、たまたま打ったものが当たって勝てたり、これでは安定しにくいです。構え合う、つばぜり合いになる、構え合う、つばぜり合いになる。この度に思いつくことが違い、効果的な攻め方ができない。よくわからないまま一回一回を勝負と考えて全力で技を打ち切ってしまう。相手や流れを見ない自分勝手な試合になりやすい。これも安定しにくいです。得意技がある場合、今回は得意技が小手だとして、小手で決めるのがゴールと理解している。この状況を作れれば勝ちと分かっている。そのために構えたところでやるべきことは、勝つ確率を高めるための情報集め。相手の手元がどんな時に上がるのか、どのような上がり方をするか、出鼻面などを狙っていそうか、相手の打突のスピードはどうかなどを確認することだと理解している。反応を見るために少し間合いに入ってみたり、安全に打突をしてみたり、相手に打たせてみたりなどをします。この情報を集めている間に1本取れればラッキーだけど、一か八かの勝負は絶対にしない。こうすることで隙が減り、負ける確率がぐっと下がります。自分の得意な場面以外は徹底して打たせない。情報がある程度集まってきて、相手のことを掴んできたら打てる場面を作り、小手を狙う。自分にとって一番勝つ確率の高いところで勝負に出ます。ここで決まればクリア。決まらなければまた持っている情報から工夫していい場面を作り直します。そのまま時間が来て引き分けでも負けることはなく安定していきます。もし狙ったところで打ち返されて負けたとしても、自分の一番強い部分をぶつけて負けたのだから、今回は勝ちようがなかったなと思います。この気持ちがあれば勝負どころで躊躇したり怖がることがなくなっていきます。この負け方の場合、情報集めの部分が間違っていたのか、攻め方が間違っていたのか、技のスピードや軌道、威力など精度が足りなかったのかななどと、どこに問題があったかを反省して次に生かすことができます。得意技があることによって試合運びが上手くなることが分かったところで、ここも考えていきたい。得意技だけできればいいのか。磨き上げた得意技はそれだけでも強力な武器になりますが、その威力をさらに上げたり効果的に相手にぶつけるためにはもう一工夫必要になってきます。得意技以外、使える技、できる技をうまく組み合わせるんです。はい、もう楽しいですね。こういうの考えるの。どういうイメージか例を考えてみます。先ほどのように小手、これをメインの武器と設定した場合、こういう場面を作りたいわけです。ではここからいろんな場面を想定していきます。1、手元が上がる相手。上がる場合は相性のいい相手になりますね。狙っていればチャンスが何度かありそうです。2、手元が上がらない相手。上げさせる工夫を仕掛けてみましょう。手元が上がらない場合は単にやっていても小手を当てる機会が少なそうなので、
工夫が必要です。得意技プラス攻めの考え方を組み合わせます。攻めってなんだという人はぜひ攻めの動画前後編を見てみてください。使う技は面です。ここでは相手が手元を上げて避けないと面を打たれると思わせることが狙いです。面で1本を取ることが狙いではありません。手元を上げさせるために面を使うんです。だから面を全力でなんとか決めなきゃという気持ちで打つわけではありません。かといってゆるーく打っても相手からすれば脅威に感じないので手元を上げてくれません。一生懸命を演じる必要があります。具体的には 80% 以上のスピード感、強い打突、避けられても声を伸ばして相手に当たっていく、あるいは抜けていく。面と止まってはダメです。この時面が決まってくれればそれはそれで OK です。手元を上げないことを意識しすぎて面が空いていれば打ってしまいましょう。手元を上げないといけないことを意識させるために面を打って王子技を打たれたらどうするんですかと気になる方もいると思います。ここで使う面は1本を取ることよりも安全に打ち切ることを意識して打てば OK です。抑えて打つとか巻いて打つとか避けられるかもしれないけど応じるのも難しいでしょっていう面で OK です。しかも一生懸命を演じているだけで頭の中は夢中で捨て切って打ってるわけではないので相手が応じようとしているか避けようとしているかよく見えるはずです。危ないと思えばやめていいんです。こうして手元を上げやすくなれば自分にとって一番の強みである小手を相手の弱い部分に打ち込めるようになるわけです。このように相手を弱い状態に変えて一番強い技を打ち込むか、どんな相手かも分からず思いついた技でギャンブルのような勝負をするか、どちらが勝てる確率が高いかは明らかですよね。3、それでも全く手元が上がらない相手、それでも頑くなに手を挙げない相手ですね。使う技は突きです。高校生以上は突きましょう。1本にならなくても手元が上がるためのきっかけになります。それかしっかりとつば元まで相手の竹刀を押さえたり巻いたりして崩して打ちましょう。当たって抜ければ1本ですし、当てられると焦りが出てきますからね。それが嫌なら引き技や出鼻など別のものを狙いましょう。4、手元は上がるんだけど小手が開かない相手。中学生だと見所隠しと呼ばれるこの避け方はルールで禁止されているためあまり現れない相手かもしれません。使う技は逆動と突きです。逆動、それが1本になるようならそれで OK です。小手を打つための揺さぶりとしてはコンパクトに当てるだけでも気になってガードが浅くなる効果が期待できます。そうなれば小手が打ちやすくなります。突き、これも逆動と同じようなイメージです。1本になれば OK、 外れてもガードを躊躇させる効果が期待できます。そうなれば小手を当てやすくなります。お分かりいただいているかとは思いますが、空いているから逆動や突きを取りに行っているわけではなくて、相手に逆動や突きを意識させてガードを浅くさせて得意技の小手を打ち込むことが本当の狙いですよ。ただしこのように避ける相手の場合、逆動や突きに対応できる自信があってやっている場合があります。逆動や突きを誘っているということです。空いてるからといって警戒せずに狙うと相手の思うツボということもありえます。考えずに打つのではなく、そのあたりを警戒しつつ技を出し、打ち返してきそうならすぐ守ることも頭に置いておきましょう。5、何でも反応して打ってきてしまう相手。今回狙いたい得意技はこういうところに打ちたい小手です。こうしたからこうなるというような利合いがなく、ただひたすら打ち込んでくるような相手の場合、なかなか打ち込めません。この場合は
打たせないこと。相手は機械ではなく人間です。3分なり4分の試合時間の間、ずーっと 100% の力で打ち続けることはできません。意味なく振り回してくる相手を避けるのはそんなに難しいことではありません。落ち着いて対応しましょう。焦って相手に合わせる必要はありません。すぐじゃなくても時間内に自分の得意技で仕留めるんだと落ち着きましょう。相手が落ち着くまで待って技を狙いに行くというふうに頭の中を切り替えることも重要です。出花、王子技を狙う。出花の技や王子技を見せると無策に打ち込んでくることを警戒して止まることも考えられます。打てそうなら打ってみましょう。ここまで一例として小手が得意技の場合に予想できる相手の反応と自分ができるようになっておきたいことを挙げてみました。整理してみると、得意技メインとなる武器は手元を上げさせて小手。得意技を生かすために使えるようになっておいた方がいいもの、サブですね。これは面、押さえて面とか巻いて面とか、逆動、突き、これは高校生以上ですね。それからサブのサブとして打たせない粘りとか、出花技、王子技、引き技、この辺を一つずつぐらい持っておくといいかもしれません。こんな風になります。得意技だけできればいいのか。こう見ると得意技を生かすために他の技も打てた方が良さそうですね。こうやって自分の剣道をカスタムすると自分の練習するべきことが見えてくるし、試合も楽しみになるでしょう。それだけじゃありません。この考え方から見えてくる重要なこと、これは最後にお伝えしたいと思います。極めた得意技があると、このようにしっかりと計算されて作り上げられた得意技の強さや得意技を自覚しておくことによって試合運びで迷わないことなど分かっていただけたかと思います。では想像してみてください。あなたにこんな得意技が1つではなく3つあったら全て通用しないという相手はほぼいないでしょう。仮にどれも通用しなかったとしても、あなたには得意技の3つとそれを生かすために磨いた多くの技がある状態になります。その多くの引き出しを駆使してどんな相手とも渡り合っていける、勝負を楽しめるようになっていることでしょう。そして冒頭でお話ししたあの伝説級スーパースターも極めた必殺技を3つ持てれば全国で勝てるとお話ししてくださいました。とてつもない説得力がありました。そうか、3つあれば勝てるんだという気持ちになりませんか？僕も引き続き練習を頑張りたいと思います。自分の強みを意識して練習しよう。今回の考え方から見えてくる重要なことは、何でも打てなきゃいけないということではないということです。いろんな技を練習することによって剣道に必要な動きや考え方が身につく、あるいはそのきっかけになるということは間違いなくあるでしょう。しかし自分の強みに合わせて技をカスタムし、使う必要がある技だけを練り上げていく、これは分かりやすく強くなれる面白い方法だと思います。極端な言い方をあえてしてみたいと思います。今紹介した例で言えば、小手面とか胴打ちの練習はいらないと言えます。小手面を練習する時間を得意技である小手の練習に当てた方が良さそうです。練習の割合としては、小手を最も多く、サブの技を次に多く、そしてサブのサブの部分に当たるものをその次に多く、これらをうまく組み合わせ効果的に相手に効かせる、使いこなす練習や研究を自芸子の中で、中学生や高校生、大学生、あなたたちの剣道はそのステージで終わるわけではなく、続けていけばいつまでも楽しさを追い求めていくことができます。一方、中学生や高校生、大学生でいられる時期は限られており、そのステージでその仲間たちと成果を残すことはその時期にしかできないことかもしれません。特に中学生や高校生は入部してから引退するまで2年ちょっとしかないんです。何のためにやっているかわからない練習を積み重ねて、あなたが倒したい相手に本当に届くでしょうか？もしそれで届くなら、みんな届いています。自分の一番強い部分を磨き上げ、自覚し、その武器で倒すという明確なイメージを持つ工夫、これでこそ届く
今日お話しした内容なんて強い人にしかできないことじゃなさそうですよね。誰でも今この瞬間から自分だったらと考えてみることができるはずです。時間は強い人にも弱い人にも平等です。短い練習できる期間をいかに濃いものにするか、突き抜けた能力を得るために何かを捨てるという考え方もありだと思います。あなたは何を選び何を捨てるか、ここに個性が出るからまた面白い。この動画をきっかけに考えてみてほしいと思います。真剣な話になってしまいましたが、くれぐれも楽しむことを忘れずに、何をやるべきか、自分を生かす方針が決まったあなたがどこまで化けるのか、ワクワクしながら考えてみてください。こういうのを考えて試していくことが最高に楽しいんです。失敗したらどうしよう、当たり前に失敗します。失敗は修正点を教えてくれるものであって、ネガティブなものではありません。修正できた時さらに強くなっています。挑戦しないと失敗すらさせてもらえません。僕は挑戦を消された高校生活でした。お前はセンスがないからもう打つなってね、全然楽しくなかった。皆さんにはぜひ成功をつかみ取るまでの挑戦や失敗を楽しんでほしいんです。まずは一つ必殺技を作りましょう。これからも剣道を楽しんでいきましょう。それでは。